皆さんこんにちは、かなもです。今回はデザインペーパーをスタンプで作るというのをやっていこうと思います。デザインペーパーっていろんなタイプのものがあると思うんですけど、スタンプで作るデザインペーパーもいろんなタイプが作れると思うんですけど、その中でも今日やるのは基本中の基本になると思うんですけど、一つのスタンプで作れるパターンペーパーのタイプのものをやっていこうと思います。一つのものをいっぱい押してペーパーを作っていこうと思います。一つのスタンプだけで作れるので、よければ参考にしてみてください。はい、それではですね、まず考え方的なところからちょっと話していきたいかなと思うんですけど、作っていく前に、これはあくまで私の自分が考えやすいように解釈してやってみたのをシェアするっていう感じになりますので、もっと本当はやりやすい考え方とか押しやすい押し方とかあるとは思うんですけど、あくまで本当私の一個人でのこういう風にやってみたらやりやすかったよっていう感じの動画と思って聞いていただけるとありがたいです。はい、ではですね、まずやっぱりやりやすいスタンプっていうのがありまして、ひし形、基本的にひし形のタイプは考えやすいかなと思います。で、私何かひし形のスタンプ持ってるかなって探してみたんですけど、このくらいしか持ってなくてですねすいません。で、ひし形がなぜ押しやすいかと言いますと、でこれを作る上で私がちょっと気をつけてる部分っていうのは、この空間、押してないところの空間の位置をなるべく均等にさせるっていうことが大事かなと思っております。で、均等にさせる上で左右対称のひし形のものだと、この一番下から真横の一番長さが出てる部分までの距離と、こっちのここに押してあるスタンプもこう同じ長さにとこもなるので、空間が均等に作りやすいっていうのがあります。まずで、この上下左右も分かりやすいし、一番長い部分も分かりやすいっていうところで、ひし形のスタンプが分かりやすいっていうのと、あと全部同じ位置で押すんじゃなく、半分ずらして押すんですけど、その半分ずらしが左右対称ひし形だと分かりやすいですね。どこが真横になるのかなっていうのが分かりやすいので、左右対称ひし形が押しやすいかなと思います。もちろん左右対称のひし形じゃないタイプでも押せます。押せるんですけど、簡単なのはこういうタイプかなと思います。で、これもこのやつで押したものなんですけれども、なるべく何に使うかにもよるんですが、スタンプによってはすごく寄せて、なるべく空間開けない方がいい感じに見えるスタンプもあれば、開けた方がいいスタンプもあります。でも基本的なのはこういう感じですね。で、これちょっと薄いグレーのインクで押したので、これですね、パミスストーンで押したので、カメラだとちょっと薄いでしょうか。で、一見これは一応雪の結晶なんですけど、左右対称だしひし形かなと思ってたんですけど、どちらかというとこっちひし形じゃなくて、ここの部分が長くてですね、
だから押す時にここが尖ってる長さある部分があるのであんまり近づけれないというか、でもこのスタンプによって臨機応変にじゃあもうこことここは一緒にしちゃおうと、この長い部分は一緒にしちゃおうというところでくっつけてみると結構幾何学模様っぽくなってですね、これはこれでいい感じの柄になったんじゃないかなと。この中にも小さいスタンプ何か押して模様つけれそうだなというふうに思いました。なんですけど今回は一つのスタンプで作る縛りを自分の中でしてるので今回は押しませんでした。はい。で、影が濃いタイプのこういうスタンプで黒めのインクを押してヴィンテージ加工するのが結構私は好きでですね、こういう柄好きだったのでチャレンジしてみました。でこれはひし形ではなく左右対称でもないので少し難易度が上がります。はい。でここ一番右側の横の部分があんまりこれよりもはみ出してなかったのでギリギリこの空間を保てたのかなとは思うんですけど、この一番横の列、横になる列の長さが一部分だけはみ出したりしてると隣のスタンプちょっと離さなきゃいけないのですごく空間が作りにくかったりするんですが、なんとか作れました。はい、っていうやつですね。でこれはちょっと番外編というか、これはセリアのスタンプで押したんですが、この紙を当ててここは押さないように、ここの部分は押さないようにわざとしました。で少し終わった後に薄く、ちょっと薄いので視点切り替えましたが、こういう感じですね。これの着色もスタンプのインクでしてあります。でこういう感じにもう一つのスタンプでも作れる感じで、この後に文字のスタンプを押したり部分的にちぎってコラージュしたりっていうのもするといいかなと思います。結構このぐらいはっきりさせちゃうともうこれが主役かなって感じにはなっちゃうんですけど、用途によってこういう感じに未完成な感じで作っておくと後々いろいろやりやすかったりもするので、これはこれでいいかなと思います。っていう感じで今回は一つのスタンプで作れるパターンペーパーをまず一旦これ試作で作ってみました。でこれから実際に押してこうやってやると押しやすいよっていうのをやっていくんですが、で失敗例も話しておいた方がいいのかなとも思うので、どうしようかな、先に押してからにしますか。はい、って感じですね。で実際にこれから押していこうと思います。はい、では押していきたいと思います。で今回使うのはさっきも紹介したこのペーパーを押したスタンプなんですけど、できればクリアスタンプの方がこの位置がわかるので傾きとかも調整できるしわかりやすいのでおすすめなんですが、ラバースタンプの方もいるかもしれないので今回はこれを使っていこうと思います。でこれは結構ラバースタンプの中でもわかりやすい方かなと思いまして、この位置が結構見えやすいんですよね。ちょっとはみ出ているというか、はい。でそんなにこの木の部分、木製のハンドルの部分からの距離もそんなに
長くないんですけれども、スタンプによってそれが結構様々で、こっちのタイプは木の位置とスタンプの位置との距離がまあまああるので、それを踏まえて押していかなきゃいけないっていうのもあります。このセリアのスタンプも少しありますね。まあでも今はこれで今回はやっていきます。で、どこから押したらいいんだろうって思いますよね。これを押すぞってなった時に結構普段だと真ん中から押しちゃうかなって私は思うんですけど、真ん中から押してしまうと結構難しいというか、バランスの取りやすさがすごく難しいので、一番最初にスタートする位置は左下です。私は左下の、しかも1個全部入れるんじゃなく、半分で区切って一番左端のを基準線にして半分押して、まずは下から上まで押していきます。で、これ押す時のここもまたポイントなんですが、一番最初にスタートする位置は左下で決めたんですけど、スタンプのこの微妙な位置も結構関係してくるので、絶対自分が忘れないような位置で、私はどのスタンプを押す時も今回いろいろ試して押した時は、この自分から見た時の木の一番下のラインとこの紙の一番下のラインを合わせて押す。これがちょっとカメラの位置だと木の方が下に行ってるかもしれないんですが、はい、こんな感じです。このスタンプだとこうなんですが、例えばこれだとスタンプの位置結構中の方にあるので見えないので、この一番下の木の位置と、この縦のラインはこの紙の縦のラインに真ん中を合わせて押すっていう感じですね。このラインでまず1回目のスタンプを押します。で、セリアのスタンプも押す時もそうでした。これはね、真ん中がだいたいこの辺かなとは思うんですが、くっきりわからないので、はい、こういう場合はこのゴム印の部分も紙に合わせて、だいたいなんとなく自分でここの花の部分を真ん中って決めようっていうのを自分で決めて、まず一つ目のスタンプを押します。はい。で、今回はこれで押すので、下の位置はここで、そんなに、だいたいで、はい、こんな感じで押していこうと思います。で、今回はエージットマホガニーで押していこうと思います。はい、では押していきます。まず、さっき言ってたように、はい。グイグイグイっと。はい。押せました。はい。半分で押せました。こんな感じで、半分で押せたんですけど、次押す位置が、どのぐらい距離を離すかっていうのが、ずっとこれから押していく上で、全部同じ距離感で押していくので、だいたいこのくらいの距離感でいこうかなと思います。で、だいたいこのくらいの距離感っていうのを覚えておいて、全部これからは今から押していくやつはこのぐらいの距離感離して押していきます。はい、2つ目押せました。こんな感じで、
さっきの距離感だとこのぐらい離れるって感じなので、離れるというかこのぐらい空間が空くという感じなので、またここの上も同じように少しこのぐらい離した位置で押していきます。はい。で、あとはもう上までとりあえず同じ距離感で、この上が曲がらないように気をつけながらなんですが、曲がりそうなので、はい。いい感じ。今のところいい感じ。はい、縦一列押せました。こんな感じです。ここも最後ちょこっとなんですが、このちょこっとが大事だったりするので、ちゃんと押します。で、押せましたね。で、次なんですけど、一番最初スタートしたのはこの木製のハンドルの部分のところ、一番下のこのラインに合わせて押したので、今度は上半分だけをこう半分ずらして押したいので、ちょっと横見た時にここのカーブの部分が少しこれは見えるので、こんな感じかな。ここがこの位置かな。こんな感じの位置。だいたい、こんな感じの位置で、ここもまたこの距離感をちょっと覚えておきます。こんな感じ。この位置を覚えておく。このカーブのこの位置で押してるっていうのを覚えておきます。よし、では押していきます。はい。で、こんな感じに押せました。このぐらいの空間の空き具合になっていきます。で、また次ですね、ここの位置、こんな感じ。あとはもうここの横と、だいたいここを少し確認していいかなっていうのを確認するくらいで、重要なのはやっぱこの距離感を均一に保つこと。あとすごい曲がったり、左右の傾きは気をつけながら、なるべくまっすぐに気をつけて押していきます。はい。2列目の2個目も押せました。こんな感じです。結構いい感じになってるかなと思うんですけど、少しかすれたりとか、一個一個のインクの付きムラとかは一つずつ違う風にはなるのかもしれないんですけど、それがまた良かったりもするので、こんな感じで進めていきます。はい、また次、ここの上下の距離感を気にして押します。このまま上まで。でも横そんなに見てないかな、このひし形に関しては。結構スタンプによって横にすごい長さあるスタンプとかだと気にして距離感気にした方がいいんですけど、これは気にしなくても大丈夫なのがわかるので、上下の距離感だけだいたい同じ位置に、同じ距離感になるように気にしてれば、勝手に右は揃ってくるかなと思ってます。はい、2列目が全部押せました。こんな感じに、いい感じかなと思います。
はい、ここのね上下の距離を保ってれば割とこの間に横が入る形になって押せてるかなと思います。はい。で、またここはこの紙のラインに一番下合わせて押していきます。はい、3列目の最初1個目なんですけど、これもまた一番下木製スタンプここの位置で押すんですけど、次はここの距離感、左の空間と右の空間をだいたい似た感じになるように意識して、こんな感じかなーって見えにくいですね。ここだとここの距離とこっちの右の距離と似た空間の長さになるように意識して押していきます。一番下の列だけそれは気にした方がいいかなと。あとは1個目が決まれば、あとはこの上下の距離だけ気にしていく感じです。はい、これ結構傾いてしまいましたが、一応押せました。こんな感じです。で、また4つ目を半分の位置で押していきます。半分から上を押す感じで、この2列目と同じですね。でやっていきます。これのね繰り返しです。ちょっと意味がね分かれば割とできるんじゃないかなと思うんですけど、で今回は英語サイズのペーパーでやってるんですけど、小さい方が押すのは楽なんですけど、英語サイズで今のところは足りている、使う場面は足りてるので、なんか包装紙として使うとかそういう場合は A4 サイズとかでチャレンジしてみるのもいいかなとも思いますが、大きければ大きいサイズほど大変だとは思うので、まずは小さいサイズで試してみるのがいいかなと思います。小さいサイズでやるとやりやすいんですけど、あんまりスタンプのサイズが大きいと小さいサイズ向かないので、スタンプの大きさとも相談しながらにはなりますが、よし、12345、5列目をしたので6列目のまた1個目から今回は全部普通に押してますけど、わざとかすれさせたりしてもいいと思います。今回はねまず基本中の基本を押さえて、で後々応用していくっていう感じにして、いろんなタイプのスタンプで作るデザインペーパーをやっていきたいなって思ってるので、その上でも今回は基本になると思うので、まずはこれを分かっておくといいかなって思いますね。上から押してくると下に何もない状態だと上の位置を気にしなきゃいけない、上と上下合ってるかなって気にしなきゃいけないっていうのが結構難しいんですよね。で横もすごく気にしなきゃいけない状況の位置、真ん中からスタートすると上下左右どっちも気にしなきゃいけなかったりもあるので、この押し方だとほぼ一番下以外は横も気にしてないので、一番下だけが横気にしてる感じですね。あとは1個目が押せれば、あとはこの距離だけなので、
割と楽かなと思うんですけど、どうでしょうか。もちろん失敗はあるので、傾いてたなとか、ほんと触ってしまうのが一番もったいないので、ほんと触らないようにだけはお気をつけください。はい、そうこうしてるうちに全部押せましたよ。触っちゃいそうだ。はい、押せました。押せました。こんな感じでございます。なかなかまあちょっと失敗はありましたけど、これだけね傾いてしまったのでちょっと残念ですが、このぐらいなら許容範囲かなと思います。ここだけねなんかしたり結構切ってここ使わなかったりとかも全然あるので、そう、細かいこと言うとちょっとね、もうちょっと距離感がとかはあるんですけど、いいでしょう。はい、でヴィンテージ加工というか、ちょっとヴィンテージ風に色付けする場合はもうほんとしっかりと色を乾いてからヴィンテージ加工するといいと思います。で、乾くのが待てないっていうのと、もうちょっと全然かすれててもいいとか、少しかすれさせた方が好きだっていう人はティッシュとか吸取紙で押さえると早いと思います。今回ティッシュでね押さえようと思います。でティッシュで押さえるときはこすらず上から当てて指でツンツンツンと押す感じでね、そうするとティッシュにちょっとついてくるので、はい、でさっき押したティッシュの面はひっくり返して違う面で次の段をいってください。私は結構ねかすれてるのも好きなので、一応全体に押さえたけどもう一回念のためにはい、だいたいいいかな、だいたいいいかなと思います。はい、ティッシュで押さえました。こんな感じです。はい、これであとはお好みでヴィンテージ加工するなりカットして何かに使うなり、ヴィンテージ加工したの、こっちはヴィンテージ加工したんですよね。こっちはしてないので、こう比べると結構ね違いますね、白の部分が。で失敗例も一応伝えておこうかなと思います。まず最初に上下左右で押したやつ、ちょっと距離感も違うのも分かりやすいですし、ここに空間ができるのでここに何か押すパターンだと OK なんですが、すごく失敗が分かりやすいと、これだとしっかり揃ってないと結構微妙だなという感じですね。はい、なので少しずらして押すっていうのがちょっとずれてても少しはごまかせるというか馴染むかなという感じですね。で距離感が途中で変わってしまったパターン、はい、これですね。これまずここでくっついてしまったのが一番で、ここはかなり離れてしまったという感じですね。ここもくっついちゃいましたね。でここはすごい離れちゃったと、結構ねバラバラでなっちゃったんですけど、これ失敗例ですね。で失敗例その3、触っちゃったやつです。これを押しながらここのね、こ
こう触ってしまってました。で気づいたら結構汚れちゃっていて、割と綺麗に押せてたのにショックだったんですけど、後で汚し加工すればいいかもって思って、でも失敗例で使おうと思って今回置いておきました。こんな感じになってしまいます、触ってしまうと。はい。で失敗例その4はこれですね。これはさっき登場してたこちらのやつの失敗例なんですが、距離を詰めすぎてしまったんですよね。なんかすごくしつこい感じもするし、なんか怖い怖い感じが私はして、ちょっと嫌だと思ったんですよね。ここの上下がすごく詰まって、なるべくギチギチの方がいいかなと思ったんですよね。例えば何か紙をこうやって当てた時に結構スペースが空いてると何のやつかわかんないなみたいな、何のスタンプを押してるのかももう何もわからなくなっちゃうなとか思って、なるべくぎゅうぎゅうに押したんですが、なんかちょっと怖いししつこいしっていう感じがあったので、黒だからなおさらかもしれないですね。少し圧迫感もあるし強調されてるので、このぐらい距離を空けて押した方がミルだなっていう、コーヒーミルだなっていうのが分かりますね。ちょっとの違いなんですけど結構印象が違うなっていう。はい、これもね何かに使いたいですね。こういう失敗したやつはタグとかをして、なんかタグのスタンプとかをしてコラージュに使ったりとかもできると思うので、そういうのに使おうと思います。はい、って感じの失敗例でした。はい。で、なんか作ろうかなと思って、ちょっと簡単なね封筒しか作れてないんですが、こんな感じの蓋の色を変えたタイプが最近好きで、これもこのエイジとマホガニーでパフで一生懸命塗ってこのぐらい色つけれました。こんな感じの、まだねこれもここ留めてないんですが、このぐらいのカードではないんですけど、このぐらいの紙が入るよっていうやつです。後々留めるとは思うんですが、こんな感じです。で、封筒なんですけど、多分皆さん1枚で封筒を作ったりすると思うので、これも自分で作ったお手製テンプレートなんですが、1枚でひっくり返るので、こっちは柄上向いてるけどこっちは逆さまになっちゃったって経験とかよくあると思うんですよね。でそれを踏まえて1列ずつ逆さまにするとどっちにしても大丈夫という感じで、こうやって押せばひっくり返ってもなんともないというやつを作ってみました。でこのセリアのスタンプも、こっちのセリアのスタンプで押したやつも一応1列ずつひっくり返して押しました。はい。
ちょっとねちょっと分かりにくいかもしれないんですが、結構この方がね無難かもしれないですね。何かに使うことを考えると、ひっくり返さない縦封筒だったらひっくり返らないのでいいかもしれないんですけど、結構封筒だとひっくり返しますよね。それかもう貼り付けるんだと別ですが、もしそういう1枚で作る人はそういうのも視野に入れて1列ずつひっくり返して押すといいと思います。これはね結構間隔空いてしまったやつ。はい、こんな感じでした。これはメリーゴーランドのシーリングスタンプをしてみました。これも途中まで糊でつけて、こうすればね何回でもこれがいいかなと思いました。はい、参考例がねこれしかなくて申し訳ないのですが、他にもこれからいろいろなデザインペーパーを作っていくのやろうと思ってるので、今回は一つのスタンプでできるデザインペーパーでした。でスタンプによっては本当に難易度が上がってくるし、それぞれのスタンプで形の特徴とかもいろいろとあると思うので、まずは押してみて、このぐらいの紙でまずは試してみるとやりやすいかもしれません。このぐらいでやって、結構こう1個単体で見た印象とこういっぱいにした時の印象って結構ね違うと思うので、まずは押してみて、いけそうだしいい感じかもって思ったら大きいので試して何かにしてみたりっていうのがいいと思います。はい、今回は一つのスタンプで作れるパターンペーパーの動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。